一本で人生が終わる国がある。その隣に、薬に手を出すことすら想像しない国がある。今日はね、その2つの国の距離をじっくり測ってあげるわ。ねえねえメタン、今日もぞっこん日本の時間なのだ。ずんだもんはずっと思ってたのだ。自由の国アメリカに移住したい。英語ペラペラになって、世界中を飛び回って、夢を叶えたい。ハリウッド映画みたいなキラキラした街で、おしゃれに暮らしたいのだ。随分と楽しそうね。では一つ、見せてあげるわ。サンフランシスコ、昼の12時、テンダーロイン地区の日常よ。歩道で注射を打っている人がいるわ。倒れたまま、誰にも気づかれない。救急車のサイレンが1日に何十回も鳴る。ここはアメリカ有数の繁華街よ。観光客が写真を撮る通りの、ほんの一本隣の路地で、毎日それが起きている。市の保健局データでは、このエリアが薬物関連の通報件数で市内最多よ。嘘でしょ？本当のこととは思えないのだ。残念だけど全部本当よ。しかもこれは、まだ序章に過ぎないわ。この街だけの話じゃないわ。アメリカ全土で同じことが起きている。序章って何？まだこの先があるの？もう聞きたくないのだ。聞きたくなくても聞きなさい。数字が全部語ってくれるわ。2023年、アメリカで薬物の過剰摂取で亡くなった人は、107,543人。10万？たった1年で10万人が死んでるのだ。そのうち 70% 以上がフェンタニルという合成麻薬に関連しているわ。これは偶然の事件じゃない。製薬会社が起点の構造的な崩壊よ。始まりは2000年代。製薬会社が処方箋オピオイドを過剰に売り続けたの。痛み止めとして配られた薬に患者が次々と依存していったわ。やがて処方が規制されると、依存した患者は路上の安い合成麻薬に流れた。それがフェンタニルよ。医療が生み出した怪物と言ってもいいわ。モルヒネの50倍から100倍の鎮痛効果。致死量はたったの2ミリグラム。2ミリグラム？塩一つまみよりも少ないのだ。さらにね、ここからがもっと深刻よ。薬局が街から逃げ出し始めたの。サンフランシスコでは大手ドラッグストアが次々と店舗を閉鎖したわ。2021年から2023年にかけて、万引きと安全上の理由で撤退が相次いだの。薬局が街から逃げるって、一体どれだけひどい状況なのだ？まっとうな市民が処方薬すら買えなくなったのよ。薬局のない街ができたの。病気の高齢者が車で1時間かけて、隣町の薬局まで通う羽目になった。おばあちゃんが薬を買うのに1時間って、ひどすぎるのだ。そしてオレゴン州ポートランドは、もっと大胆な手に出たわ。2020年に住民投票で、少量の薬物所持を事実上、非犯罪化したの。薬物を合法にしちゃったのだ。それで、どうなったの？結果2024年に撤回したわ。たった3年で失敗と認めたの。救急出動が急増して、街に注射針が散らばって、住民が引っ越した。たった3年で撤回って、よっぽどひどいことになったのだ。では、もう少し踏み込んだ話をしましょうか。覚悟しなさい。ポートランドに住んでいた、ある薬剤師の話をしましょうか。僕は、ポートランドという町で薬剤師をしていたんだ。処方箋の通りに薬を出していた。ただそれだけだったんだ。でも患者が薬を転売して、それがフェンタニルと混ぜられた。そして、誰かが死んだ。薬剤師の僕が犯罪者みたいに言われた。誰が悪いの？僕なの？製薬会社なの？それとも政府なの？毎朝起きるのが怖かった。薬局に行くのが怖かったんだ。結局僕は薬剤師を辞めた。もう、あの仕事はできなかった。それは、誰にも答えが出せない問題なのだ。ポートランドの実験は3年で終わったわ。市長はこう言った。これは失敗だった。たった一言で3年間の実験を締めくくったの。救急車の出動は増え続け、住民は公園に近づくことすら怖がるようになった。注射針が落ちているかもしれないから、安心して散歩もできなくなったの。合法化すれば管理できるという理想は、現実に押しつぶされたのよ。次の犠牲者を出さないために何ができるか、誰も答えを見つけられなかった。日本は大丈夫なのだ。フェンタニルが日本にも来たりしない？いい質問ね。日本は同じ期間に薬物摘発件数が約14,000件よ。アメリカの年間死者数の7分の1以下の検挙数。桁が違うわ。しかも日本は使うものではなく、1本持っているだけで全員が背を向ける国よ。ちょっと待って。なんで日本人は薬物を使わないの？文化の問題なの？規律の力なの？それとも宗教の力なの？その答えは後で出るわ。焦らないで。まずバンクーバーの話を聞きなさい。カナダのバンクーバーでは、注射器の安全提供政策を実施したわ。薬物使用者に清潔な注射器を配って、感染症を防ぐという発想よ。でもこれも2023年から猛烈な政治的逆風を受けたの。税金で薬物使用を支援するのか、という批判が噴出したわ。どっちに転んでもうまくいかない。世界中が積んでるのだ。そう。取り締まっても合法化しても支援しても、全部裏目に出た。アメリカもカナダもオレゴンも、どの先進国も薬物問題で苦しんでいる。これが世界が薬物に対して勝てない構造よ。どの国も答えを持っていない。じゃあ誰も正解を持ってないの？
世界中が手探りなのだ。一つだけ最初から問題が起きていない国があるわ。それが日本よ。さてここからは場面を変えるわ。同じ夜の日本を見ましょうか。日本は関係ないって思ってたのだ。でも難解やな予感がする。日本の薬物事犯検挙件数令和4年で約1万4000件よ。アメリカの年間死者10万人に対して検挙数ですら7分の1以下。でもね、本当に大事なのは数字の大小じゃないの。日本ではたった1件でどうなるか、それを今から見せてあげるわ。10万人が死んでも止められない薬物が日本では1件で全てが決まるの。これは世界で最も厳しい薬物への社会的制裁の一つよ。日本では大麻1本の所持が発覚した瞬間に何が起きるか教えてあげる。まず出演していた全作品がサブスクリプションから消えるわ。発売済みの DVD は全て店頭から回収されるの。テレビのコマーシャルは全部差し替え。スポンサーは即座に契約を切る。スポーツ選手なら永久追放。外国人タレントなら強制送還コースよ。過去の作品も含めてその人の存在ごとなかったことにされるわ。一本で全部消えるのだ。それはさすがにやりすぎじゃない？やりすぎかしら？ポートランドでは路上で撃っても見て見ぬふりをしたわ。どちらが普通の社会なのか、あなたに判断を任せるわ。日本では大麻を持ってるだけで逮捕されるの？本当なの？アメリカでは合法の州の方が多いんだよ。信じられない。そうよ。これが人生リセット機能が一本で発動する国。日本よ。ファンが推しと呼んでいた人が一晩で元犯罪者に変わるのよ。世界が大麻を解禁する方向に動いている時代に日本だけ逆行しているわ。異常でしょう？でもね、その異常さこそが日本を守っている。異常なのだ。でもさっきの路上の光景を見た後だとまだいい。そこが面白いところよ。あなたにもわかるようになったかしら。異常だけどその異常のおかげで路上に人が倒れてないのだ。あなたにしてはなかなか鋭い観察ね。少しは成長したかしら。でもなんでなのだ？日本人がそこまで薬物を嫌う理由って法律だけじゃないでしょ？いい質問ね。法律の外にもう一つ、日本には強力な壁があるの。壁って何？ずんだもんにもわかるように教えてほしいのだ。社会そのものが免疫系として機能しているの。それが日本の本当の壁よ。日本の薬物危機は法律だけで成り立っているわけじゃないわ。恥の文化、世間体、集団の目、社会的な免疫系が機能しているの。他人の目が法律より先に人を止めている国。それが日本の正体よ。文化社会学ではこう言われているわ。日本は恥の文化の国だと。周囲の評価が自分の行動を律する最大の装置になっている社会よ。でもそれって結局自由じゃないってことだよね。あなたの言う通り自由じゃないわ。全くもって。でもね、1年に10万人が死ぬ自由と1本持てば全部失う不自由。自由には代償がある。不自由にも代償がある。完璧な答えはないわ。どちらを選ぶ？その答えはあなた自身が決めなさい。日本でよかったのだ。絶対に海外移住やめるのだ。怖すぎるのだ。あなた冒頭で自由の国に移住したいと言っていたわよね。そんなこと言ってない。知らない。聞こえなかったのだ。全部録音してあるわよ。まあいいわ。日本にいなさい。絶対に日本から出ないのだ。パスポートだって今すぐ捨てるのだ。はあ、あなたはいつも極端なのよ。まあそれでいいわ。一本で路上に落ちる国がある。そして一本で人生が終わる国がある。どちらが正常か、それを決めるのはあなた自身よ。次回も日本の異常さをたっぷり掘り下げるのだ。お楽しみに。チャンネル登録と通知設定を入れなさい。次回も現実を見せてあげるわ。逃げても無駄なのだ。どこまでも追いかけてくるのだ。